200万円台前半からラインナップするホンダのコンパクト SUV WRV 見てきました。皆さんこの WRV ありなし、ぜひ動画を最後まで見てありかなしかコメントいただければと思います。はい、どうも車買うチューバーワンソクチューブです。今回は2024年4月に発売が予定されているホンダのコンパクト SUV WRV、 もうすでにね予約は始まっているということで、私も見積もりももらってきてますので、下の概要欄トップコメント固定で込み込みいくらになるのかというね、ちょっと気になる、購入前の注意点もまとめたブログ、貼っておきますので、そちらもチェックしていただければと思いますが、そのね WRV の原車見てきました。で、展示車両は WRV の Z プラスという最上位グレードですね。車両本体価格は248万9300円ということで、昨今高価格化するね、国産車の中でも最上位グレードでも248万円、ベースグレードの X だと209万8800円というラインナップとなっています。それではね、まずエクステリアから見ていきたいと思いますが、初めて見る WRV、 いやめちゃくちゃ迫力ありましたね。特にボンネットフードが高く設けられているので、実際のサイズ以上に迫力がありました。こちらのレッドのボディカラーは優勝カラーとなっています。そしてね、フロントグリルの周り、メッキのガーニッシュがついていて、ヘッドライトありますけれども、この絶壁に近いね、垂直に切り立ったボンネットと厚みのあるボンネットフードがめちゃくちゃ迫力ありますよね。で、こちらフル LED ヘッドライト、マニュアルレベリングになってますが、オートマチックハイビームにとどまっているので、アダプティブハイビームは備わっていません。ちょっとライトを点灯しているところは見れなかったので、ちょっとウインカーとかは見れなかったんですけれども、こんな感じと、また試乗車来たらね見たいと思いますけれども、こちらね Z プラスではベルリナブラックというね、グロスブラックがグリルの周り塗装されています。で、フロントアンダーのところはですね、このようにプロテクター形状になっていて、2つの部品で構成されていると。そして LED フォグライトが標準装備となっています。で、ここのところちょっとスリットありましたが、エアーが抜けるようになっていますね。そしてエンジンルームも見てみましたけれども、 WRV はですね 1.5 リッターの NA エンジンのみ、そして FF のみとなっていますので、そこがねちょっとご注意ください。こんな見た目でも4駆の設定はないというところです。そして再度回っていきたいと思いますけれども、 WRV のボディサイズは全長4325、全幅1790、全高1650ということで、実はベゼルとほとんど全長全幅が変わらないんですね。ただ全高がベゼルよりも高められているので、隣に並ぶとね明らかにベゼルより WRV の方が大きく見えると思います。迫力はね結構ありましたね。そして再度寄っていきますけれども、こちら17インチのタイ&アルミホイール装着されています。そして切削とブラックで塗り分けられたホイールのデザインです。これもシンプルでなかなか良いですね。で、フェンダーアーチモールは無塗装の素地となっていて、装着されているタイヤはブリヂストンのトゥランザ履いてましたね。そして、サイドロアの方見ていきますけれども、こちら Z プラスだとシルバーに塗装されたロアガーニッシュがつくという感じですね。そしてミラーは残念ながら耳タブミラーになっていて、 WRV にはですねマルチビューカメラ360度カメラの設定なしと、ここは結構惜しいところですね。そしてシルバーのドアモールも、Z プラスの専用装備となっていて、ルーフレールもこれ Z プラスに標準装備となっています。その他のグレードではルーフレールつきません。で、B ピラーは無塗装素地、アウタードアハンドルもメッキ化色されていて、この辺のね見栄えはやっぱ Z プラスが一番良いと思います。で、リアビューも結構かっこいいですね。迫力ありますよね。フォルクスワーゲンの T クロスみたいなイメージあります。で、リアコンビネーションランプはこれ点灯しているところ見えなかったですけれども、ライトは貫通しませんが左右つながるようなデザインになっていると、この辺もすっきりしていていいですね。はい、リアコンビネーションランプこんな感じで中央にホンダのエンブレムがつくと、ベゼルの弟分っていう感じしますよね。で、ナンバー灯はちょっと未確認ですね。で、ロアのところはここもシルバーに塗装されていて、マフラーは完全に隠されるデザインになっています。この方が潔いですけどね。はい、こんな感じ。いや、リアビューもなかなかかっこいいですね。エクステリアのデザインはかなり良いと思います。続いて内装を見ていきましょう。施錠はポッチタイプ、鍵穴はここに露出していますね。で、アウタードアハンドルもメッキ化色されていて、このねドアのモールがメッキになるのも Z プラスの装備と。そして内装からはブラックのみとなっていますが、この辺はカチカチですね。で、中央のところはちゃんとねステッチ付きのソフトパッドになっていて、この辺は無塗装素地で、インナードアハンドルも塗装となっていますが、肘置きの部分はちゃんとね、ソフトパッドになっています。中央のところはハードプラで、ウィンドウスイッチ台座のところは無塗装素地で、窓自体はですね運転席のみがワンタッチオープンに対応していると。で、ドア下部は当然ハードプラですが、ドアポケットは結構大きいですね。で、ヒンジは当然プレス製となっています。で、続いてシートですけれども、プライムスムースというね合成角とファブリックのコンビネーションになっています。シンプルながらなかなか見栄えは良いんじゃないでしょうか。で、電動シートの設定は当然なしと。
でアクセルペダルは吊り下げ式となっています。でちょっと気になったのがですね、 WRV はねセンタータンクレイアウトじゃないのに、センタータンクレイアウトのフロアを使っているのかちょっとね土手が残っちゃってますね。これは気になるところで、ドア閉めた音はですね窓が開いていたので割愛します。そしてこちらはね液晶メーターになってますが、これ後で解説しますが、右側がアナログメーターで、左側が7インチの液晶メーターがついているというベゼルと同じタイプになっています。ちょっとねアクセサリー電源入らなかったんでここはレビューなしですね。そして WRV-Z プラスのインテリア前景はこんな感じですが、結構すっきりしていてね、ナビ画面も大きくて見栄えは良いですね。細かく見ていきましょう。そしてこちらがですね9インチのホンダコネクトナビ、20万2400円ということで一番高いやつがついてますね。裏側は結構大きな土手があるという感じです。オプションは他にもね用意されてますね、ナビのオプションは。で、この辺はシルバーの塗装になっていて、ハザードランプは押しやすい位置にあると。でエアコンのルーバーは、少しシルバーの過色がしてあると。この辺は無塗装掃除となっていて、素材感としては、ちょっとやや安っぽく見えるが、価格が安いのでしょうがないかなと。でエアコンはちょっとつかなかったですが、このフリップがあってね、押しやすいのは良いですね。でエアコン系も物理スイッチであると。でこの辺の下は特になく、この辺も全てハードプラカチカチとなっています。で通信用の USB はタイプ A となっていて、反対側はアクセサリーソケットになっています。でここはちょっとした物置になっていますね。でその下にも充電用の USB タイプ A があります。タイプ C は1個もここにはないですね。そしてニーパッドとかは特になく、むき出しのドリンクホルダー、左右に並んでる方がね置きやすいですよね。この辺はカチカチで、シフトノブは本革巻きとなっていると。シフトブーツもついていて見栄えはいいですね。ストレートタイプになっています。でこのパネルもねピアノブラックで、ここなんか押せそうですけど、イーコンとかのボタンなのかな。ガソリンモデルのみですからね。そして、残念ポイントとしてはですね、電動パーキングブレーキは全グレードで非採用。この方がいいって人も結構いますけどね。でここはスリットがあって、スマホとかちょっと置けるようになってるかなと。で、アームレストはですねちゃんとソフトパッドになっていて、中は特にそこにもベルトとかも引いてなかったですが、市販モデルではねベルトぐらい引かれるかもしれないですね。ちょっとネジが丸見えなんで、ここは伸びたりとかはしませんでした。続いて助手席の方を見ていきますが、このダッシュボードの上部もカチカチでも、ここにピアノブラックのパネルがついてるんで見栄えはね結構良いですね。この辺は全て塗装となっているので、ちょっと質感は価格相応という感じでしょうか。でグローブボックスの容積は結構広いという感じですね。そして電動パーキングブレーキより気になったのがですね、このエアコンの操作系周り、そしてセンターコンソール周りにもですねシートヒーターの設定がないと。全グレードでシートヒーターの設定なしです。こっちの方が個人的には気になるポイント。そしてステアリングホイールは本革巻きになっています。でデザインも、良いかなと思います。パドルもありますね。ガソリンモデルだけにパドルもついているという感じです。そしてステアリングスイッチの左側はオーディオ系と、このくるくるのところでね7インチの情報を切り替えると。この辺はベゼルと同じ操作系だと思います。で右側はアダプティブクルーズコントロール系のスイッチになってますが、メーターはですね、アナログメーターと7インチの液晶のコンビネーションになっています。メーターフードもカチカチですね。ちなみにアダプティブクルーズコントロールは全車速じゃなさそう。ここも惜しいところ。そしてイグニッションのスイッチ、この辺もカチカチ。エアコンの吹き出し口があって下もカチカチで、この辺もスイッチが目張りしてあるので、なんか本当はね海外ではいろいろスイッチがあるのかも。で、ミラーはデジタルインナーミラーの設定とかはないですが、ルームランプはね LED になっている。そしてコネクテッドにも対応しているということで、この辺は良いと思います。ただなぜか後ろのランプは豆球となっていました。ここまで来たら後ろも LED であってほしかったなと。でバニティチェックですけれども、ミラーに照明はないですね。照明が置けそうなスペースはあるんですが、もしかしたらディーラーオプションであるのかな。はいという感じになっています。で個人的に良かったのはね ZRV にはないここのアシストグリップがちゃんとついているという点ですね。続いて後席見ていきましょう。後席ドアで正常解除はできませんが、アウターハンドルねメッキ加色されているの見栄え良いですね。そしてドアを開けるとこんな感じ。90度までは開かないですけども、後席ドアも当然この辺はカチカチで、中央部分もカチカチですね。ここもカチカチ、肘もカチカチということで全カチですね。ただシルバーのアクセントが入っていたり、ここスピーカーがありそうだけど埋まってますね。でインナードアハンドルも塗装となっていると。質感はやっぱちょっと割り切り感じるかな。ワンタッチウィンドウのオープンにも対応してないと。でここにスピーカーがついていて、ドリンクホルダーのポケットがあるという感じです。で後部座席のシートですけれども、こんな感じですね。こちらもプライムスムースとファブリックのコンビネーションになっていると。結構座面自体は大きいですね。ただシートのリクライニングには対応していませんでした。はい
でヘッドレストも後方視界をね妨げにならないように、可動式になっているのは良いと思います。それでは乗り込んでいきましょう。よっこら小一と。窓開いているのでドアの音は割愛します。そして運転席173の私のドラポジに合わせた状態で、膝前がですね拳3つ分ぐらいということで結構やっぱ広いですね。この辺は ZRV とかより広いかも。で足置き性はね斜めになってますね。センタータンクレイアウトじゃないけど名残があると。で後部座席にもエアコンのアウトレットがあるのはこれはいいポイントじゃないかと思います。でその下はちょっと見えないですけれどもアクセサリーソケットがありますね。 USB の、充電口とかはないです。ちょっと暗すぎて見えませんがアクセサリーソケットでした。はい。そしてセンタートンネルの張り出しはそんなにないのでこの辺の圧迫感がないのはいいですね。FF のみですからね。そして、ちゃんと後部座席にもアームレストが用意されていてここにもドリンクが置けるようになっていると、この辺はグッドじゃないかと思います。シートバックポケットは助手席側のみですね。そして先ほども言いましたがルームランプは後席側はなぜか豆球となっています。続いてラゲッジ見ていきましょう。残念ながらパワーテールゲートの設定なしということで手動になっています。で開けるとこんな感じですね。ラゲッジ容量は458リッターということでもうクラストップレベルの容積となっています。この辺はね、WRV のいいポイントだと思います。ただ結構張り出しはありますね。でラゲッジランプも豆球となっています。そしてちょっとしたフックが左右にありますね。ホイールハウスの張り出しは結構ありますね。でも床が低いのはいいと思います。さらにラゲッジアンダーにもちょっとね工具とかがしまえるぐらいの、容積があるということでラゲッジ容量はねかなり優秀ですね。ただし惜しいポイントとしてはですねセンタータンクレイアウト採用してないので後部座席の座面の跳ね上げそしてダイブダウンができないので、このように後席を倒した時に段差が発生してしまうと。でこの段差も結構な段差となっているので、フラットとはちょっと言い難いかなと。シートアレンジに結構ね、事実の長があるホンダらしくないちょっとパッケージングかなと思いました。こんな感じでね、後席側から見ると、ダイブダウンできてない、これがだからセンタータンクレイアウトのフロアを使っているのに、燃料タンクが後部座席側にある弊害というふうに言えるとも思いますが、それでもね、足元後部座席広いしラゲッジも容量も広いのでそこに価値を見出す人であれば、気にならないかなと思います。といった感じで、新型 WRV-Z プラス内外装を見てみましたけれどもいかがだったでしょうか。価格を抑えて、装備も、少し抑えて、それで求めやすい価格で見栄えよく広い SUV を、提供しようという狙いだと思いますけれども、装備面としてはですねヤリスクロスとかカローラクロス、ライバルと比較するとかなりカットされていると、360度モニターそして電動パーキングブレーキそして全車速追従のアダプティブクルーズコントロールもないでブラインドスポットモニターもないということで安全装備運転支援が結構プアーな感じになってしまっているので、そういうのを今まで使ってこなかったよという人には、特に気にならないのかなと思いますけども、ライバルのね最近の車から乗り換えた方はですねちょっとないと気になる装備かもしれませんね。個人的には電動パーキングブレーキがなくても良いとは思いますがシートヒーターがないとか四駆がないとかその辺はちょっと降雪地域とか北の方に住まれている方には結構厳しい装備かなと思います。気になっている方はねすでに、見積もり予約できるようになってますので、お近くのホンダのお店足を運んでみてはいかがでしょうか。そしてね、気になる落とし穴っていうのがね前回ちょっとお届けしましたけれどもそれはブログでもまとめていますので下の概要欄トップコメント固定で、見積もりそして購入前の注意点まとめているブログ、チェックしていただければと思います。車でも何でもね欲しいと思った時は買い時ですからね好きなもの買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューブはワンソクチューブ次回もお楽しみに。